こんにちは、安倍義俊です。14日か、君たちはどう生きるかを、初日の朝9時に見てきて、その日のうちに何か感想を言いたいなと思ったんですけど、いろいろと、なかなか時間が作れなくて、あとは自分の中で全くなんか感想が言語化できないというか、言葉がまとまらなくて、まとまらないままずるずる日が過ぎてしまって、忘れてというか、初っ端見た印象が、薄らいでしまいそうなんで、ちょっとできるだけ今のうちに言語化できるところを記録的にちょっと言語化してみようかなと思います。そうだな、ネタバレすると思うので、初見で情報なしで見たいと思う方はちょっと今回は、ここで、止めておいてください。そうですね、見に行った感想としてはなんだろうな、つまんなくはなかった。でもすごくなんていうか頭空っぽにして見て面白かったっていうようなエンターテインメント作品っていう感じでもなくて、なんだろう、不思議な画面の豪華さというかクオリティの高さみたいなものはものすごくお金のかかっているすごい映像作品っていう感じがするんだけど、内容的には非常に詩的なというか、なんだろうな、詩小説的というのともまた全然違うんですけど、でも非常に個人的な内容になっていて、でも本当に個人的な内容になってるかっていうと、この辺りが本当説明が難しいんですけど、そうでもなくて、ちゃんと冒険活劇として成立はしていて、だけど冒険活劇っていう表層のフォーマットの裏側に何かこの冒険活劇を面白くするための設定ではないでしょとか、物語の展開ではないでしょって思うような何かが潜んでいるせいで、冒険活劇だと言って素直に見るわけにもいかないというわけじゃないんだけど、何かただそれだけではないという感じがひしひしと全体から伝わってきて、表面的な冒険活劇に没入できるわけではない。でもじゃあ気がそれてしまってつまんないかというとそういうわけでもない。で何とも言いようがない。見て損をしたかというと全くそんなことはなくて、2,000円高の払う価値は全く問題なくある。良い体験をして帰ってきたっていう感じがある。でもじゃあ心からなんだろうな、満足して何にも後腐れなくというわけでもない。で例えばエヴァンゲリオンの完結編とかを見た時には、出てきた時にはもう呆然自失というか、どうすりゃいいんだこれはみたいな感覚があって、手に負えないというか、今見てきたものを頭の中で整理がつかなくて、うわって呆然としちゃう。で君たちはどう生きるか、それに似てるっちゃ似てるんだけど、そうでもなくて、そういう意味では表面的な冒険活劇の物語の形としては綺麗にまとまって終わってるんで、よりややこしいというか、ああなるほどねって言って終わるんだけど、それだけでは済まない何かがある感じがすごくして、ずっと考え込んで考え込んでしまうというと、いやそんなに難しい映画なのっていうと、だから考え込めば多分いくらでも考え込めるだと思うんですよね。いろんな要素が二重にも三重にもきっと比喩が含まれていて、これはどういう意味だろうって考えていくと、多分もうスルメのように無限に噛みしめられるような何かがあって、だから子供が見たら逆に僕は面白く見るんじゃないかなと思ったんですね。内容的にネタバレしてしまうけど、だからインコのインコ軍団みたいなものとか、わらわらだっけ、白い魂がぷかぷか浮いたりとか、絵的に面白いところとかコミカルなところとかいっぱいあったりして、だからそうだな、後になってうまく物語の中にスコンと入っていけなかった、物語の中に没入していくことを拒絶するようなもの、無意識のうちに何か拒絶するような感じを受けていたことの多分原因の一つは、なんていうかな、物語の中でヒロインの役割の部分にお母さんがことごとく入っているということで、つまり
その行方不明になったその女の人を探しに行って再会するっていう話でいうと、その見つけてたらそのなんか出会ってそれの主人公と結ばれたりするじゃないですか。でもそれを探しに行ってるのはお母さんなわけですよね。その新しいお母さん、もともとのその自分の本当のお母さんはその火事で亡くなってしまっていて、お父さんが再婚した新しいお母さんで、でもそのお母さんっていうのはその自分のその本当の血のつながったお母さんの妹にあたる人で、顔がそっくりでっていうようなところで、なんかその主人公としてはそのなんかなんともその複雑な心境だったりするわけですけど、そのお母さんを探しに行くって話で。もう一つはだからその中で主人公がそのピンチになった時にその魔法の力みたいなもので主人公を助けてくれて意気投合して一緒に冒険をして、最後はそのなんだろうな、そのめでたしめでたしではないけど、その物語の中で、別れ別れになって再会した時にはもう抱き合ってもう会えないかと思ったみたいになって再会を喜んだりするキャラクターっていうのは、結局のところ本来はヒロインじゃないですか。でもそれは、若い頃のお母さんなんですよ。そのお母さん尽くしというか、ちょっとなんだろうね、多分そこでこの世界のこの展開の中にその自分はそのこう何の疑問もなく入っていっていいのかっていうようなところでなんかすごくストッパーがかかるというか、その分かるかどうしたらいいんだこれはみたいな気持ちになったりして、自分の中ではなんかそのうまくこうカチッと入っていけない、歯車がこうカチッと噛み合わないような、なんか入っていきづらいような感覚を覚えたりしましたね。でなんだろう、それをだから宮崎監督の生い立ちみたいなものをいろんな人の解説の動画とかを見ていくと、そのお母さんをその病気で亡くされていて、ナウシカの、制作中に亡くなってしまって、その完成したものを見せることができなかったりみたいなところで、そのお母さんに対してその子供の頃からそのずっと病気をされていて、だからそのうまくお母さんに対するその思いみたいなものがものすごくその強いんでしょうね。それがなんか82歳の宮崎監督の中でまだそれが大きな何かわだかまりというか、何かその心の中に残っていて、なんかそれをこの一本の物語の中で昇華するというか、けりをつけるというか、なんかそのようなその自分のずっと心の中に引っかかっているものから解放されたいというような、なんかその気持ちがあったのかなと思ったり、しましたね。あとは何だろう、ちょっとこの辺りからもう完全に自分の解釈というか、自分の考えが勝手な考えが入ってきて、正当的な解釈、正しく物語の何かその文法みたいなものを読んで解釈するっていうよりは、自分がどうしてもそう思ってしまうっていう考え方ですけど、何か多分どっかに死後の世界っていうのとも違う何か別な、こことは違う別な世界があって、そこに行ったら死んでもう会えなくなっちゃった人ともう一回会って少し話ができる、あるいは自分が死んだらそこへ行ってもう一回その人たちに会える、あるいはその人たちとの若かった頃、あるいは自分の若かった頃みたいなところに戻ってもう一回ちょっとその話ができるみたいな、そういう場所というか、そういうもう一つの世界にみたいなものがあってくれたらいいのにっていう、なんか切実な思いみたいなものがあって、どうしてもその世界をなんていうかな、なんか自分がもう全身全霊をかけてそういう架空の物語を書き切ったら、そういう世界が本当にあるってことになったりはしないだろうかみたいな、何かいや実際全然わかんないです。なんかそういう気持ちがあって、こういう物語を書かずにはいられなかったし、そこで物語として多分エンターテインメントの文脈みたいなものを考えて、もっともっと面白くいろんな話を持っていこうぜって言ったら、もっと分かりやすく、もっと派手に、いろんな盛り付けができて、もっと賑やかな、なんか華やかな話にできたりもしたはずで、でもそうじゃなくて、自分の心の中に思い浮かぶ風景を割と正直にそのまま書いてしまって、その中にだから寂しいような、なんか薄暗い不穏な空気みたいなものがある架空の世界で、ユートピアでもディストピアでもなく不穏なんですよね。なんかそのあたりに自分はすごく
惹かれるし、だからそのあたりで僕はこれをすごく面白くというか、面白くっていうなんか面白がってるんじゃないんだよな、何か共感を持ってすごく切実なものとして見ることができて、なので自分にとってはなんかこううまく何度か見ていくうちにこれはなんか自分にとっても大切な物語になってくれたりするのかななどということを思ったりしています。自分はそんなような印象を受けています。なんか正直に書くよっていう早尾監督のなんか今回は綺麗に飾り付けられたちゃんと物語エンタメ作品としての文法にのっとってちゃんと分かりやすくみんながわははと笑って見られるようなことじゃなくて、そういうふうに整えないで正直に自分の腹の中をかっさばいて内臓を見せますよっていうような意思表明が魚の内臓作詞になんか込められているような気が僕はして、だからなんだろう、内臓がドバッと出てくる場面で早尾監督のなんかもうご昇覧あれいっていうような声が、聞こえるような感じがして、もちろん表面的な物語の中の意味合いとしてはここはなんだろう、理想的な世界ではなく綺麗な部分だけではなく、あるいは生きていくためにはなんか命を奪わなければいけない、それを食べなければいけないみたいな世界の摂理みたいなものを見せるという意味合いに、最初は思ったわけですよ。だけど、ちょっと一回しか見てないんで全然記憶違いしてたら全然取り消しますけど、多分内臓魚の包丁で魚の腹をガーッと切り開いて内臓がブワッと出て、さっき言ったみたいなこれは生きるために必要なことでこういうことからも目を背けてはいけないみたいなニュアンスであれば、そこに対して例えば生き物を殺してしまったっていう罪悪感みたいなものを例えば真人という主人公の少年のなんか葛藤としてちょっと書くなりなんなり、なんか内臓が飛び出してブワッてなったってことに対するリアクションなり、あるいはそれを後で食べるっていうところをもうちょっと描くなりなんかあると思うんですよね。だけどブワって出てその内臓の中にもっと顔が渦まってしまって、真人少年は多分そこでゴロッと横になってなんか動かないでダラーッとなるみたいなカットで場面が変わって、横になってるみたいな場面に移ったような気がするんですよね。だからそこの中でなんかだからこれは今回もう自分の内臓を見せるような詩的な綺麗に整えない正直な話し方なんだよっていう意味でのご昇覧あれいの内臓ガバのシーンからなんかその後の真人少年のなんか内臓に顔をうずめてピクとも動かないところがなんかちょっと真人少年が宮崎駿監督の分身のような意味合いでいるとしたら、なんかちょっとそれに対して恥ずかしくて顔をこう隠しているみたいなニュアンスに、こんな解釈をする人はなんか周りの他の人の動画を見てもいなかったんで、完全に僕のおかしな解釈の仕方ですけど、なんかそんなようなニュアンスを感じてしまって、だから今回のはエンタメよりに文法をきちんと整えるというよりは自分の中にあるものを正直に内臓が飛び出しちゃうような形になってもいいから正直に、腹を割って見せますよっていうようなもので、だからあそこが死後の世界っていうわけでも主人公が途中から異世界に移動していくわけですけど、これが死後の世界っていうようなものとも違う。例えばだから桐子さんが、船漕いで行く途中にここでは生きてるやつよりも死んでるやつの方が多いんだみたいなことを言ってるんで、完全な死後の世界じゃなくて生きてるものもいる、桐子さんも生きてるものとして描かれているしだったりするんで、単純にそういうことでもなく、あれは何かなっていうと、やっぱ早尾監督の頭の中の世界、まだ物語になっていない混沌とした場所みたいなものを物語として書いちゃってるっていうちょっと矛盾した言い方ですけど、だから物語になる前の世界の物語なのかなって、思いました。わらわらが、この世界の中で栄養を十分に摂るとふわふわと浮き上がって空の、向こうに行って現世に現れるっていうのは、だから物語の一個一個の
なんかこれが生まれる前のその魂で、コウノトリが赤ちゃんを運んでいくみたいに、ペリカンが出てきましたけど、魂、白いわらわらは魂で赤ちゃんとして世界に生まれていくって意味かなと思ったんだけど、そういう意味もあるのかもしれないけど、ここが物語になる前の早尾監督の頭の中の世界で、この世界の中で何か十分に栄養を得たものは、そのわらわらたちはその空に登って物語として僕らのいるこっち側の世界に出ていって、それが作品になっていく、作品の中の一要素として生かされていく。でこの世界はだからキリコさんがその生きてるやつより死んでるやつの方が多いんだっていうのは、だからそのボツになっているネタがどれだけたくさんあることか、企画のままその寝かしてるやつがどんだけあるかっていうような意味合いかなと僕はちょっと思いました。なんかそう思っちゃうな。自分もまさにそういう考え方で、物語になる前の物語の世界が頭の中にあって、僕はだからそれが街のような姿をしていて、そのそんなようなことをいつもずっと思っている子供だったし、そんなものが巡り巡ってそのハイバネ連盟みたいな物語の形になったりしたわけですけど、だからそういう解釈をついしてしまうし、勝手にそう解釈して勝手に共感してるんですけど、実際どうなのかちょっと分かんないですけどね。なんかいろんな見方があって、面白いなって、他の人の解釈を見て面白いなと思ったのは、インコの軍団とかが、これはだからそのジブリのアニメたちのなんじゃないかとか、そしてだからその最後に唐の大おじさんは、老人は高畑さんではないか。でだからそのみんなになんだろうな、その積み上げていっている白い積み木はその作品たちで、だからこの作品たちを積み上げてジブリという建物を寄付しているんだけども、それも危うくて、その必死に一本映画を作っても、そのこのジブリという組織の命が一日伸びるに過ぎない、大変みたいな、ニュアンスで。だから13個の積み木があるっていうのは、その宮崎監督の監督作品が13本あってみたいな、ことかなとも思うんですけど、すげえ取り留めもなく喋っちゃってますけど、なんか、だからその物語の読み方が綺麗に、ここがそのさっき言ったみたいな物語になる前の監督の頭の中の世界というような解釈も多分一部分では可能だろうし、さっき言ったみたいなちょっとそのインコたちがそのアニメーターで、ここがそのジブリのメタファーみたいな部分もちょっと感じるし、あるいはそのなんだろうな、そのジブリのに限らず、なんか物作る人たち、物語を作ったり絵を描いたりするクリエイターの人たちに向けてどうするかっていうことを問うてるようにも見えるし、そんなふうに小さく区切らずにもっとざっくりと若者にとか子どもたちに向けてどう生きるのかって、聞いてるようにも見えるし、その僕みたいなその中年のおっさんに向けて、僕もだからどっかでその死んでしまった人にもう一回ちょっと会って話せないかってことは、なんかついついいつも思ってしまって、何か自分の中で、例えばだからその死んでしまった父とか弟とかのことを必死に思い出している間は、思い出している自分のこの脳のシナプスのくるくる回っている中に、なんかわずかになんかそのなんだろうな、その人が再現されて、その存在はしていなくても何かその存在していて、だからなんだろうな、誰っていうか、例えばスティーブ・ジョブズみたいな人が、みんなに覚えられている人がいたら、そのみんなの頭の中に時々思い出されるジョブズ像みたいなものを合計すると、地球全体で常にぼんやりとジョブズは生きているに近いような状態なんじゃないかみたいなことを考えたりすることもあって、そういう形で何か強い思いがあると、そこになんだろうな、その実在していなくても、もう一つその世界があるというように誰かがそう強く感じていれば、その人の中にはその架空の世界があるということと
実在しているということと大差なくて、触れられなくてもその物語のなんか強さというか面白さっていうのはそういうところにあるんじゃないかなと僕は思っていて、だからその今回の物語の中でなんかポニョの頃からかな、なんかその物語の中のそのファンタジーの要素の中にどこかその死の匂いみたいなものがある感じがして、でもなんだろう、その死後の世界を描こうとしてるってことではなくて、その、でも何か死をその物語によって何かその一瞬でもほんの部分的にでも何か死を超えるような、ものを作ることができて、そして一瞬でもその行って帰ってこれるんじゃないか、みたいなことをなんか、僕は今回の話からなんか感じ取りました。っていうか自分が多分そういうことを考えるタイプの人間なんで、ついついそういう自分の考えを物語の中に投影してしまっているなぁと思いました。で、なんかそういう見方がなんていうかものすごくできる作品で、なのでいわゆるエンタメ作品として頭空っぽにしてみて、ああ面白かったではないっていうことで面白くなかったとか分かんなかったっていう人がいるのはなんか分かるんだけど、何かなんだろう何か自分の中のこうわだかまりというか、そのうまく消化することができない感情の檻のようなものがある人にとっては、何かそれをうまく鏡のように映し出して、ちょっと今まで無意識で気づかなかったそれに気づかせてくれるような何かがあるんじゃないかなと思いました。そういう意味で面白かったし、なのでその手放しにおすすめではないけど面白い作品なんじゃないかなと僕は思ってます。全くなんだろうでこれなんかその自分の中で感想がうまくまとまらないままつらつらと、またYouTube ですけど他の人の動画とかを見てみんな理路整然となんかすごく話していて、それに比べるともうなんかぼやぼやしちゃって本当恥ずかしいんですけど、まあその台本を作らずに思いついたことをダラダラっと喋るとこんなような感じです。そしてこれがこの間買った、キヤノンのパワーショット V10 で、急に話変わるけど、4K だとやっぱ13分ぐらいで切れちゃうんだけど、HD に画質っていうか解像度を落としてしまえば多分 60fp で今録画してんじゃないかなと思うんだけど、今24分ぐらい喋ったけど全然熱的に問題なくて、こいつは 4K のなんていうかカメラじゃなくて、でも今時 4K が映んねえのかよって言われちゃうと確かにちょっと物足りないなと思うけど、でも HD でこうやってさっと気軽に撮れる、で大事な時には 4K にもできるよみたいなことをで HD で手ブレ補正ちょいありぐらいにしておくと、ほどほどの画角でほどほどの画質で手軽に撮れて、ちょっといいカメラかなと思いました。急に最後関係ない話しちゃったけど、まあそんなような、感想を持ちましたということでした。なんかぼやぼやっとした動画ですいません。ありがとうございました。ではでは。